ただきました。初級の方でございます。酸素の油、富士見油でございますが。
こちらに入れます酸素の油、富士見油でございますが、明暦3年、1657年、今から360年ほど前になりますが、明暦の最後、俗に言います、振り袖の種によりまして、実際でも、昔より、旧江戸城本原区にございましたね、その他の建物の様子したと。2年後の万事2年に、ミヤグラは再建されておりますが、天守閣はその後、またどちらの方角から見ても、大体同じような形で見えるため、発光照明の現在の言われております。富士見櫓ずらっと見てまいります。同じような形で品川の両国の花火、そして遠くは富士山のご覧になられたということでございます。残念ながら現在は高層ビル立ち並びまして、
次はね、東京タワーも見えづらくなってしまいました。ヤグダの高さ約16メートルもあります。そして下のございますが、こちらは、佐藤清正が築いた石垣と言われております。一見落書き方のように見えますが、非常に水はけが良く頑丈な石垣でございます。関東大震災の時にも崩れなかった江戸時代からそのまま残っている石垣でございます。このような石垣の積み方を結構発見しております。興味のある方は覚えて帰ってください。打ち込み発見。この後、内藤調査の方へ参ります。また間隔を空けてみてください。こちらの道が何かあります。これが先ほど紹介しました乾通りでございます。この先に乾門がございます。ちょうどね、手前の紅葉になっております。あとこの辺りからですね、先ご覧いただきますと日本武道館の屋根ご覧いただきます。今年オリンピック金メダルいっぱい取れました日本武道館です。ご覧になった方はこちらに来てください。見えてほら。間隔空けて止まってってください。皆様の正面3階建ての建物、こちらが宮内庁庁舎でございます。昭和10年に建てられております。また昭和20年東京大空襲ございまして、明治宮殿がもらい火により消失しております。そのためこちらの3階の一部が仮宮殿として使用されていた時期でございます。またその際はですね、こちらも数階ではございますが、こちら正面玄関平らな屋根の上に昭和天皇皇后両陛下お待ちになられお手を振られたそうでございます。また現在の上皇上皇后両陛下、こちらの3階でご成婚式を取り上げまして、お祝いのパレードへ馬車で向かわれたのもこちらの玄関でございます。休憩所でも申しましたが、この後ちょっときつい坂登っていただきますので、バテないように気をつけてください。登りますとね、現在の一般参賀の会場でございます。あと登る際にですね、左の方をご覧いただきますと大きな門が見えてまいります。こちらが坂の下にある門、坂下門でございます。通り抜けの際ですね、入り口となる門でございます。じゃあどうぞ歩いてきてください。近く大銀坂ってある。
取った方は私についてください。皆様に登っていただきました特急の方でございます。大野坂と言います。名前の由来となりましたのがこちらになります。松の塔でございます。若松の葉をかたどりました照明塔でございます。夜間の景色の際に演奏させていただいております。そして、皆様の目の前の大きな建物、こちらが宮殿でございます。全体ご覧いただくことはできませんが、正殿、透明殿など7つの棟に分かれた建物でございます。これ撮って。早いんだよ。皆様にご覧いただいております。おばあちゃん来るね。横長の建物、いいですよ。ありがとう、ありがとう。昭和です。もし食べましょうか。いいんじゃない？まあまあ、2枚目は。また手前のグラウンドの部分がちょうど100メートルございます。そして私の大体後方ですね、中心となってあそこを基準に鉄の枠を含むガラスをはめまして、一般参加の際、両陛下、皇族方がお手を振られるお立ち台が設置されるわけでございます。お立ち台非常に重たいため、行事終了後はこのように取り外されております。またテレビ等でご覧になりますと、非常に高いところからお手を振られているように見えますが、実際にはそれに低く、ベランダまで3.4メートルしかございません。はい、それでは次行きますね。またついてきてください。
大きな橋の玄関ございます。あちらが宮殿の表玄関と言われております。南車寄せでございます。主に国賓、公賓、各国の大使など、外国のお客様が利用される玄関でございます。また、休憩所に、前方にですね、馬車のミニチュアが飾ってありました。あちら、東京駅からこちらの玄関まで、新任の大使を送迎する馬車列のミニチュアでございます。あとはね、即位の礼の際、両陛下が、オープンカーに乗りまして、お祝いのパレードで出発されたのもこちらの玄関でございます。そして私の後方、長和殿の左ですね、お庭がございます。こちらが、南の庭と書きまして、宮殿南庭でございます。広い敷地を利用いたしまして、芝生に奈良県産貴船石をあしらいました、小川の流れる和風庭園でございます。大きな山のようなものが2つご覧いただけると思います。こちら南庭の大刈り込みでございます。1つの刈り込みに約24種類、主にツツジ、ツバキ、サツキなどの樹木の合わせ植えで構成されております。手入れですが、職人さんが中に足場を組みまして、上半身を出し、すべて手ばさみで刈られております。機械など一切使用しておりません南庭の大刈り込みでございます。それではこの後二重橋ご案内しますのでついてきてください。はい、どうぞ後ろの方、左の方行って大丈夫ですよ。はい、お写真撮る方は撮ってください。ちょっとね、橋狭いので先に説明をしてから渡っていきます。皆様に最初に渡っていただく橋が江戸時代二重橋と呼ばれた橋でございます。行くと分かりますが、お堀が非常に深く、当時の技術では橋桁1本の橋を架けることができませんでした。一段低い橋を架けまして、さらにもう一段橋桁が二重になったので二重橋と言われておりました。現在は、明治宮殿造営の際にですね、鉄の橋に架け替えられております。正式名称正門鉄橋でございます。また鉄橋渡っていただきますと、左手に皆様テレビ雑誌等でよくご存知のメガネの形をした橋が見えてまいります。こちらも明治宮殿造営の際に、木の橋から石の橋に架け替えられております。正式名称正門石橋でございます。この石橋、鉄橋2つ合わせまして通称ではございますが、現在二重橋と呼ばせていただいております。また石橋の右手に大きな門が見えてまいります。こちらが皇居の正門でございます。これから渡っていただきますが、注意事項ございます。橋の手前、両側に砂利の部分ございます。後でね、係員が手前立ってますが、そちら足元悪いので、入らないようお願いします。また橋の両側一段高い部分、歩道のように見えてますが、歩道として作られたわけではございません。手前にね、杭打ちましてね、柵を作ってお堀に近づけないようにするための台でございます。お写真ちょっと撮りづらいと思いますが、そこはぐっとこらえて、登らないようご協力お願いします。万が一お堀に何か物を落とされましても二度と戻ってまいりません。諦めていただくことになりますので、くれぐれも気をつけてください。
お帽子をね、かぶられている方は特に気をつけてください。たまには強い風が吹いたりしますんで。あとここ渡っていく際にですね、この石畳白い傷無数についてます。これみんな大政のひずめの跡ですね。はい、じゃあどうぞ。あと写真撮る際はね、密にならないようくれぐれも気をつけてください。左のメガネ橋、右の方にはね、橋渡っていきますと、振り返りますと伏見櫓ご覧いただけますので、そちらもお写真撮ってください。あと丸の内のビル群ですが、こちらの正面には看板一切掲げられておりません。言われないとね、なかなか気がつかない。橋渡ってね、この後また戻りますのでね、よかったら先に伏見櫓こちらも引いてますので、その後お写真撮ってください。密にならないようくれぐれも気をつけてください。この辺りも全然大丈夫ですよ。どうぞよかったらこっちにだってさ、こっちの方がもう全然入るよ。はい、すいません、そこ登らないでください。ありがとうございます。こっちの方が全然入るよ。この後伏見櫓の説明しまして、また宮殿の方に戻りますので、今のうちいっぱい写真撮っていてください。今ね、ちょっと中止続いておりますが、一般参加でございますが、あちらの皇居の広場の方に集まっていただきまして、そしてあちらの石橋を渡って、この坂ずーっと登っていって、この鉄橋を渡って宮殿の方へご案内となっております。あと石橋ですが、正門の反対側ですね、左手の方、ポリボックスが立っておりますが、あの辺りにですね、国民の祝典の際にですね、ステージ作りまして、嵐等が演奏したのがあの場所でございます。両陛下石橋の方までお出ましになられました。はい、お写真大丈夫ですか？では伏見櫓説明していきます。あちらに見えます2層の櫓が伏見櫓でございます。京都にございました伏見城を解体し移築されたと言われております。定かではございませんが、三代将軍家光の時代に移築されたと言われております。ご覧のようにお堀の高いところに建てられているため、湿気が少なく美術品の他に最適だそうでございます。現在もそのように利用されております。また石垣ご覧ください。先ほどの富士見櫓に比べましてきれいに積まれております。このような積み方を、切り込み、かぎ積みと言います。先ほどの打ち込み、こちらは切り込みでございます。皇居の中でも一番美しい櫓とも言われております。あと皆様に渡っていただきました鉄橋4つ照明灯立っておりますが、こちらスズラン灯でございます。現在 LED を使用いたしまして環境に優しくなっております。また橋の欄干ですが、西洋ワサビがモチーフだそうでございます。はい、こちらで説明終了でございます。お写真大丈夫ですか？はい、じゃあ U ターンしてまいります。これより先は特別区域で進むことができません。こちらで U ターンとなります。
はい、ご途中だった方、シートしてください。まだの方、お急ぎください。でも見えないね。Bueno, este puente se llama el puente izquierdo de la puerta principal.はい、後方の方、お写真をお急ぎください。先頭の方、よかったら後ろ振り返ってください。昨日から建物が見えております。電波の音が立っておりますが、あちらが警視庁でございます。よく警視ドラマと出てまいります。警視庁でございます。その先が警察庁。手前に右京さん、奥に石坂コーチですね。はい、ありがとうございます。あとじゃあまたこちら、宮殿の方をご覧ください。ここからもいいね。ちょうど明かり受けてる。小さく屋根が見えております。あちらが正殿の屋根でございます。鳥のオブジェ飾られております。あちら水晶と申しまして、中国の伝説の鳥で、良いことが起きる前に現れる鳥だそうでございます。右のずっと先には、つがいのモンスターが飾られております。後ほどまたご紹介します。はい、じゃあ、ちょっと進みましょうか。よかったらまたこちらで、宮殿の岩が出発してください。取られた方は私についてきてください。本日、病院がありますので、あまり宮殿のお近づかないようお願いします。再び宮殿の方に戻ってまいりました。そして、皆様に先ほどから指導していただいております、この志田様の広いお庭でございますが、東の庭と書きまして宮殿総庭でございます。広さ4500坪、
一般参加の際、最大で2万人収容できる会場となっております。またこの地下には、車が120台収容できます駐車場がございます。そして9点でございますが、昭和39年、前回の東京オリンピックのあった年に施行いたしまして、昭和44年4月より新宮殿として使用されております。新年祝賀の儀、歌会始めなどさまざまな儀式が執り行われる建物でございます。手前に黄色い灯籠ずらっと並んでおります。こちら有田焼でできた照明灯でございます。こちらも現在 LED を使用しております。また手前の刈り込み、ちょうど今紅白の花が咲いております。ガンツバキとかなんかの合わせ植えで構成されております。1月2日のね、一般参加の際もこのように咲いております。この後ですが、バスのと左に曲がりまして、北車寄せ、山下通りの方へご案内となります。バスのと左に曲がる際ですね、もう一度富士見櫓ご覧いただきますと、大手町のビル群に囲まれました非常に奇妙な富士見櫓ご覧いただけますので、よかったらご覧になってください。じゃあどうぞ。みんなそうだよ。我々だったらここから歩いてくるんだ。赤い絨毯の支障があって、そして黄色い絨毯は特別なあるんだね。その方が落ち着くよね。はい、じゃあ、続いて呼吸感。分かんなかった。
見えづらかったので先に進んでまいりました。黒松の庭のこの先に石垣見えたのが、あの上に立っている建物が天水でございます。総人数の高い95単、通所会をですね、後に行われる建物でございます。そしてその左にまた屋根見えております。先ほどもご覧いただきました正殿の屋根でございます。つがいのもう一羽の随章が飾られております。そして、こちらがですね、林になっております。休憩所でも申しましたが、この林で、見ることできませんが、この中に紅葉山という山がございます。紅葉山から降りていく通りということで、山下通りという名前がついております。この後、皆様に下っていただきます。紅葉山には毎年5月、6月、皇后陛下が最後の手をなさるご様子がございます。春には桜、秋には紅葉、これからですね、綺麗な通りでございます。今はですね、黄色いのがツアー、また赤いのがサザンカと咲いております。今年はね、なんか気候がね、暖かくなって寒かった。結構春の花がね、それだけなんかしたりしております。はい、じゃあどうぞ降りてきます。ところどころ道荒れてますので、つまりないように気をつけてください。
車またバンバン来ますので、ちょっと止まってください。この後また左側通行ご協力よろしくお願いします。この渡っていただく道路が先ほどご覧いただきました乾通りでございます。この先ずっと先に乾門がございます。高いね、上の方赤くなってるし、これは東海道です。はい、それでは渡ってください。左側ついていいですか？はい、どうぞ、乾通りですね。ちっちゃすぎてわかるの。ちょっとレックをさせていただきます。はい、後方の方頑張って追いついてください。走らなくて結構ですよ。ぐるっと一周いたしまして、内助走者戻ってまいりました。この後左に曲がりまして、休憩所へ戻ります。あともう少しですので、頑張ってください。この後ですが、左に曲がりますと、桜が咲いております。10月桜といいまして、寒桜ですね。ちょうど今、見頃な時期となっております。またその後
辺りからね、先ほどご覧いただきました、また日本武道館の屋根ももう一度ご覧いただけますので、よかったらご覧になってください。お堀ですが、蓮池堀といいまして、毎年7月から8月の中旬にかけまして、ピンクのきれいな蓮の花が咲くお堀でございます。またその時期に来れることあったら、どうぞ来てください。それでは桜を見る際ね、またお写真撮る際、密にならないようにくれぐれも気をつけてください。お写真撮った方は、はい、ではこちらで先頭の方、ちょっと止まっていただけますか。はい、じゃあ先頭の方、もう一度富士見櫓ご覧いただきたいと思います。下の屋根の部分がちょうど手前に飛び出ております。下に切れ込み見えますが、あちらが石落としでございます。下から登ってくる敵をやっつけるための石落としでございます。ちょうどね、頭が入らないサイズに作られております。また以前こちら大掃除の機会がありまして、私ちょっと中拝見させていただきましたが、中にお宝一切ございませんでした。急なね、はしごのような階段が真ん中にドーンとありました。やっぱり富士山も見ることはできませんでしたし、この建物自体がお宝ということでございます。それではこの後移動しますので、またついてきてください。前から警官が行きます。ああ、いるいる。
車が出ますよ。この先ほども通りましたが、また道幅狭くなりますので、左側通行ご協力よろしくお願いします。あと草刈り等のね、作業もしてますので、どうぞ気をつけて進んでください。はい、じゃあどうぞ。はい、これが先ほど山下通りにも見ていただきました黒金餅ですね。この辺りがこれだけの数字ですね。はい、また間隔かけて止まってください。休憩所へ戻ってまいりました。こちらで参観終了でございます。本日はね、とてもいい天気で皆様歩きやすかったと思います。ぜひね、またお越しになってください。休憩所ご用のない方はそのまま右手曲がりまして、外出することができます。東御苑とどうぞ行ってください。あとお荷物預けた方、コインロッカーご利用になった方は100円必ず戻りますのでね、忘れずにお持ち帰りください。また休憩所、そんなに警備の関係でね、ゆっくり休んだり買い物する時間ございませんが、よろしくお願いします。ちょっと一台車先に通してから解散としますので、もう少々お待ちください。